月20日に任天堂スイッチのソフト、集まれ動物の森が発売となり、韓国の各所で大行列ができたと報じられました。多いところでは3000人もの行列となり、昨年7月の日本による輸出規制強化によって巻き起こった日本製品不買運動に穴が開いた形となりました。4月23日の入荷が報じられると、またしても大行列ができ、任天堂製品だけは別だ、ゲームはゲームという声も上がってきています。供給が不十分な任天堂スイッチ本体や一部の関連商品は価格が異常高騰するなどして韓国だけでなく世界で話題となっています。この不買運動はこれまでよりも長く関心が続き、そして徹底されていたため、韓国に進出している日本企業は大きな打撃を受けています。その代表的なものが自動車やビール、ユニクロ、デサント、無印良品などです。中でもビールは一時期ほぼゼロにまで落ち込み、深刻な打撃となりました。靴の販売で韓国でもシェア1位を誇る ABC マートはほぼ影響を受けなかったと報じられています。これは日本企業としての認知度がほぼなかったことや、日本製品のみを扱っているわけではなかったためと解釈されています。こうした中でスイッチを買い求める人や、集まれ動物の森をプレイする人に対しての批判がネットを中心に湧き上がってきています。それに対して、個人の自由であり他人に侵害されるものではない、不買運動は強制ではない、といった声も上がっています。先日コメディアンが自身のチャンネルに、集まれ動物の森のプレイ動画をアップロードしたところ、ネットユーザーから袋叩きに遭い、現在は全ての動画を非公開にするまで追い込まれたそうです。不買運動を続けるとしながら購入した主婦の話が紹介され、子供が動物の森を知らなければいじめられる。子供が流行に遅れて友達と会わないことがどれだけ心の病気を起こすかを知っていると強要に反対する立場を示しました。実際今年に入ってから日本製品の輸入量は全体的に増加傾向にあるようです。先ほど紹介した自動車やビールなども徐々に回復しているようです。また、ゴルフクラブやボールペン、化粧品などは不買運動前の水準を取り戻しつつあるとしています。ボールペンは新学期需要があったためと分析されています。醤油に関しては不買運動の影響を受けなかったようです。こうした報道を受けて韓国ネットでは、韓国人の鍋根性、熱しやすく冷めやすい、という声や、長続きしないと発言して火に油を注ぐこととなったユニクロ役員の声は正しかったなどの声も見られます。編集所官集まれ動物の森が韓国の不買運動に風穴を開けたみたいに紹介しましたが、貿易統計から見るとそれだけではなく、多少の息切れ感があるようですね。それにしても財務省の貿易統計は最悪に見にくいですね。どうして CSV ファイルで公開されているんでしょうね。おまけに国や品目が数字のコードのままですよ。知りたかったらこちらで表を結合しろと言わんばかりですね。コード番号の振り方からして、数十年前のシステムそのままのようですね。腹立たしい。それはどうでもいいですね。品目も極めて細かくて調べるのも大変なわけですよ。大きくは21部97類に分かれているわけですけれども。ゲーム関係で言うと、第20部第95類玩具の中に、その他のものという分類があって、この3ヶ月だけで昨年1年の約半分に相当している品目があります。これがいわゆる熱盛効果なのかなと思います。供給不足なのにこれだけ増えているのかな。品目が合っているかどうかもわからないんですけど、3月に急上昇しているのでこれだと思います。別品目の電子式ゲーム用具、電池内蔵式のもの。これは昨年の3割ほどですね。この3ヶ月で。どちらかというとこっちの気もしますが、数字的には違うようですね。こういうのはさておいて、いろいろ調べることはできるんですけど、あらかじめ何に関して調べるか決めておかないとわかりにくい限りです。誰か調べやすいウェブサイトを作ってくれないですかね。企画を出して多言語で作れば買ってくれるかな。韓国の不買運動なんですけれども、一部の熱心な人が大声で叫んで実践するのは自由だと思います。それはその人の主義主張ですから。ただそれを他人に押し付けるのはどうかということです。人それぞれ様々な考え方や趣味趣向がありますからね。仲間内や組織内のような内輪なんかであれこれ言うのはいいですけれども、ネットでそういった考えの違う人を見つけ出して個人攻撃したりするのはどうなのかなと思います。一人一人がやるかやらないか、不満を言ったり抗議したりは遠くでやってもらって、威圧したりするのはよろしくないと思います。脅迫にもなりかねませんしね。なんとかハラスメントになるのかな。
日本でも自粛警察なるものが横行しているようですけど、なんかそういうのって戦時中の非国民密告みたいなのと同じように感じますね。日本の村社会の話は今回は良しとしましょう。でも似たようなことだと思いますね。中国が好きとか韓国が好きとかいうのもその人の好みですし、別に韓国の日本に対する政策を愛してますというわけでもないでしょうから、それは本当に自由だと思います。反日政策を愛していたら問題だと思いますけど、それも自由といえば自由ですから、まあ、私としては見識を疑いたくなりますけど、良くも悪くもがあるかどうかは知らないですが、日本は自由度の高い国ということです。韓国で売っている日本製品であるとか、日本企業が資本を持つ店であろうが、良いもの、需要のあるものは売れてしまうわけで、逆もまた真なりです。一方で自国の企業や生産者を応援するというのも大切なことであると思います。ただ、何をどこまでどうするかとか、安いから中国製でいいとか、そういうのは本当に自由であるべきですね。飲食などは中国産に支えられてあの価格で提供できているというところも多いようですから、製造もそうですね。さて、韓国では瞬間湯沸かし器という言葉もあるそうですけど、その輸出規制強化に対してはカッとなって不買運動が始まったわけです。様々な背景があって単純ではないんですけど、韓国の輸出入管理が厳格でないことが主要な原因の一つであって、そこを知らずに輸出禁止措置だと叫んで報復するのは誤った行動だと思います。韓国では政府が誤解を招く見解を示して、メディアも同調して、日本が事実上禁輸措置を取ったなんて言っているわけです。サムスンの社長が緊急来日して日本の金融機関を訪ねたりと勘違いベースの行動を取ったことも、日韓で変な風に報じられたと記憶しています。もう感情的になって何もかも見えないから手遅れとは思いますが、パッと耳にした情報が全てと思わずに、正しくものを見るよう努めてほしいものですね。その中には自分の主義主張にそぐわない不都合なものもあると思いますけど、目を背けることなく、どうしてそうなるのかを考えられるようになりたいものです。いつものことながら自制を込めて、このチャンネルではひたすら中国や韓国をいじくって面白くお伝えしようとはしていますけど、YouTube のポリシーに反することはやりません。一応世界に、公共に発信しているという責任を感じていますので無責任なことはやりません。その分つまらないとか弾けてなくて面白みに欠けるとお感じの方も多いでしょうが、とにかく何でもかんでも無条件に煽って叩きまくって騒いで偏った考えを植え付けるようなことはやりません。あくまで私の視点から語らせてもらうだけです。その上で賛否問わずご意見があれば自由にコメント欄に入れていただければ幸いです。それでもつまらなかったら本当にすみません。月曜日から出勤になりました。ちょっと、それここでする話じゃないから。もう終わりかと思ってました。まだ不買運動の話をしてないでしょ。あ、じゃあこっちですね。じゃじゃーん。任天堂スイッチです。おう、買ったんですか？いえ、これはカラープリントしてボール紙に貼っただけです。プレッシャーをかけようと思って。買わないからね。欲しければ給付金で買ってください。そこをついてきましたか。だからこういうことをやるコーナーじゃないから、ここは。まだ署名用暗号がわからなくて申請できてないんですよ。どうせすぐ振り込まれないだろうから。東京は。ところで任天堂スイッチ不買運動ですか？不買じゃないから。ただ単にこのチャンネルでは不要だから経費では買えないだけです。不要だから買わない。楽して不買ですね。それ間違ってるし。そういうわけで韓国では一応ですが、まだ不買運動が続いているわけですよ。今回はしぶといですね。しぶといって微妙な表現だな。まあそういう気持ちもわかります。これまではあまり続きませんでしたからね。でも緩んできているそうですね。3月に日本が一方的に入国規制を宣言したことで少し機運が戻ったのかなと思いましたけど、それ以前から回復が始まっていたようですし、入国規制もそれほどインパクトはなかったようですね。入国規制は他の国もほとんど一方的に強めたということでしたよね。だから政府の過剰反応やメディアの報じ方のせいで誤った形で国民に伝わっているんですよね。政府とメディアの責任ですか？まあ、韓国政府は感情的になったようだし、メディアは人の気を引くのが商売ですから。政府が感情的になるって相当のことじゃないですか？実際大したことでもなかったんですけどね。ほら、独立説の演説で日韓協力して感染症に立ち向かおうと話したばかりだったから、
顔に泥を塗られたと感じたのかも。ということにしておいて反日を煽ったのかもしれませんよ。それはさすがにないかな。もしそうだとしたら、そもそもあんな演説しないでしょ。それも計算づくとか。そこまで計算できないでしょ。そっか。本当にカッとなっただけならつまらない話ですね。どこが、あんなことでカッとなったから面白いんでしょ。一時的に韓国を称賛していたオーストラリアが突然手のひらを返して一方的に規制されたんですけど、それには対抗措置をせずに、なぜ日本だけなのかとメディアに叩かれましたから。そういうメディアもあるんですね。勘違いしちゃダメなのは、日本同行じゃなくて、保守系の反政権メディアだから突っ込んだだけってこと？そうなんですか。それじゃあ結局つまんないじゃないですか。改めまして、月曜日から出社になりました。ひどくはないでしょ。社会が正常化に近づいているんですよ。私ののんびりテレワーク生活が崩壊します。崩壊じゃなくて終了ね。崩壊したら大変ですよ。またお弁当生活に逆戻りです。毎日お昼作ってたんでしょ？大して変わらないんじゃない。それは変わらないです。でも、せっかく定期を解約したばかりなのに。払い戻しね。どうするの？それが、出勤は毎日じゃないかもしれないんです。ややこしいね。一日おきとか？まだ決まってないですけど当面はそんな感じですね。だから定期もどうするかわからないです。じゃあ来週からは真っ昼間に打ち合わせできないですね。そういうことでよろしくお願いします。長い間お世話になりました。何その引退するみたいな言い方。結局服もこっちで書くことになるのかな。それはお願いします。楽しみです。いつですかね？知らない。どっちにしろ私のが先だから。ずるくない。